節ごとで果物だったりとかいろんな種類のケーキが揃ってるので、もうすごい気に入りました。本当に全部なんかこだわって作られてて、なんか来るたびに1種類ずつ制覇していってます。減らそうと思ってるんですけど、これ作りたいなって思って作っちゃうんですよね。でお客様があれ美味しかったよって言ってくださると、じゃあ残しとこうかなと思って、じゃあだんだん増えちゃうんですけど、いっぱいある方が楽しいじゃないですかっていう。専門学校を卒業して神戸のケーキ屋さんで 3,4 年働いて、そこから東京のケーキ屋さんで 3,4 年働いて、その後こっちに戻ってきて神戸のホテルで10年ぐらいですかね、働いた感じですね。一番は前のホテル辞めたことで、次どこ行くかってなった時にシェフ候補で入るようなケーキ屋さんがあったんですけど、そこでアルバイトしてみたいなやってた時に雇われ店長みたいになってみたいなことを考えてて、これって雇われ店長するぐらいやったら自分で店を起こした方が、失敗した時も早めに失敗した方がええしみたいな、じゃあ自分でやった方がよくないみたいなことを思い出して、申し訳ないんですけど、シェフ候補で入る予定やったところはちょっとやめてっていう感じで、もう勢いですね、そこからは。
当は減らそうと思ってるんですけど、なんかこうこれ作りたいなって思って作っちゃうんですよね。でお客様があれ美味しかったよって言ってくださると、じゃあ残しとこうかなと思って、じゃあだんだん増えちゃうんですけど、いっぱいある方が楽しいじゃないですかっていう、めっちゃ難しいとこなんですけどね。最近のケーキ屋さんやったらこう洗練されたケーキをこだわってるからっていうのもあるけど、10種類ぐらいでもう抑えてみたいな、あと焼き菓子で売り上げ立てるみたいなところとかもあるとは思うんですけど、目指したいですけど、そういうところの方が絶対体的にも楽だと思うんで目指したいんですけどね、なんかやりだしたら楽しいんですよね。だから今流行りのやつなんかデザイン見つけたらこれやってみようみたいな、真似しようみたいなとかもありますし、おもたせに使ってもらいたいなとか思っておもたせ用のケーキ作ったり、これやったら運びやすいやろうなとか、そういうのをこう言ったらチャレンジずっとしてるような感じですね。
これ桃コンポートって言ってシロップにしてるんですけど、赤ワインでそれのシロップで作ったゼリーですね。今日は2種類ですね。土日とかなんかイベントごととかの時は多めに出すようにはしてる感じですね。8個前後でなんで、150とかそれぐらいですかね。多い時やったらプリンとか多めに出せるんで、それ言い出したら多分もっともっとですね。やっぱ一人で作られるってかなり大変じゃないですか。そこまでですかね。慣れてしまうと次行きたくなるんで、また個数増えたりなんかややこしいの作ったりするんですよ。桃のソースですね。
コンセプトというかちょっと女性が喜ぶようなフォルムがいいかなと思ってメロンのショートケーキも涙雫型の絞りしてるんですけど柔らかめでスンってなってるような形が可愛いんかなと思ってシュークリームもああいう形にしたんですけど。あれ意外と焦げっぽいですけど焦げ味しないんですよね。カリカリ持たないんですよね結局ね家帰った時に。今から桃のパイタルトを作り何個出そうかなって思ってるんですけど今日ロールケーキ出したんで置く場所がちょっと。モーションケース半分ぐらい桃にしたいんですけどね。桃をパイタルトにしたい。気持ちいいんですけどね、つるんっていったら。他のお店は多分クッキー生地なんですよねタルトが。でもうちはパイ生地でやっててパイだと水分を吸うとある程度しなってなるんで一体感が増すというかその食べた時に違和感がないみたいな、飲めますねあれは。
しゃいませ。こんにちは。お待ちしておりました。こちらですね。お確認お願いします。大丈夫でしょうか。すみません、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。お渡ししますね。ありがとうございます。暑い中ありがとうございます。またのご利用お待ちしております。ありがとうございます。本当ですか。材料はまあこだわってないわけじゃないですけど、一番こだわってるのは焼きですね。焼き加減ですね。口の中で溶けるような感じの焼き加減。焼きすぎると硬くなっちゃうんで、ガトーショコラがお菓子みたいなガトーショコラになっちゃうんですよね。自分が求めてるのは焼き菓子みたいなガトーショコラっていうよりかは生チョコみたいなガトーショコラっていうイメージですかね。ほんまに一般的なガトーショコラですけど、焼き加減で全然違うんで、フォークを刺す感触とか食べる時の食感とか下にまとわりつくみたいな感じも全然焼き加減だけで全然違うんで、同じルセットやったとしても一人で仕込んでる時はヒヤヒヤしながら仕込んでます。ちょうどこのタイミングで出したいってなった時はお客さんに「ちょっとすいません」って言って焼いたやつ出すだけ出して出す時間もらってみたいな、まあお客さんも一人でやってるからっていうので「あ、ええよええよ」って言ってくれる感じですかね。皆さん分かってくださってるというか。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。あと今日クロワッサンでクリームは入れれるんですか。少々お待ちくださいませ。はい。クリームがちょっとロスになるの嫌だったから、それでやり始めたんですけど、人気になっちゃって。
つ。で私がパフェ。パフェ。まずモンブランと、はいフルーツティッシュであとメロンショート。はい僕じゃあメロンショート食べる。うん。で8、9、これがこれで、はい。あクロワッサンも1箱にまとめなんですけどもよろしいですか？大丈夫ですはい。そのケーキだけじゃなくてクロワッサンがあったことに私はすごいびっありがとうございますくりしてでケーキも美味しいのにクロワッサンも美味しいって種類が多いのが夜飲むすのにごい楽しみ安全に良さそうインスタ見るのがすごい楽しみです中に何が入ってるのかとかなんかやっぱりその季節によって中身が変わったりとかっていうところもすごい楽しみですクーラーついてたらいいんですけども、ついてちゃいます。けど最近ちょっとありがとうございます。ありがとうございますどういったところが何かその魅力というか。あまりケーキ屋さんが近くにないっていうのと季節ごとで果物だったりとかいろんな種類のケーキが揃ってるのでケーキも買えてパンも買えてどちらも美味しいっていう、もうすごい気に入りました気に入ってます友達にも紹介したらすごい美味しかったとかって言って喜んでもらいました。あとは冷やして明日カットですね。じゃあそれを6個。6個。はい、ありがとうございます。お願いします。いや初めてなんですけどいつも商品がだいぶ売れてて買えなかったので今日は外から見たらたくさん残ってたんで買おうかなと思って来ました、種類がすごいいっぱいあって全部制覇したいなと思いますねお待たせいたしました。ではお開けいたします。はい、お待ちくださいませ。ありがとうございました。くださいませ。メッセージお決まりですか？お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとうで、はい少々お待ちくださいませ。じゃあお願いします。結構通われてるんですか？そうですね。イベントごとにも結構利用させてもらってます。本当に全部なんかこだわって作られてて、なんか来るたびに1種類ずつ制覇していってます。もうそのままお渡しになります、大丈夫です。お分けしますね。すみますみません、ありがとうございます。ありがとうございます。またのご利用お待ちしております。すみません、お待たせしました。お伺いします。接客のこだわり、サービスのこだわりっていう方が強くて、どんだけ味良くてもサービス接客が悪かったらリピートにはつながらないっていうの分かってるんで、お見送りできる時はしっかりするとか、両手塞がってたらドアお開けしますねとか、ベビーカーのお客さんがいらっしゃったらお先にお開けしますねとかいう一言とかですね。まあ自分がやられて嬉しいことをやるじゃないですけど、ちょっとした気遣いできるようなことをまあですね、アルバイトの方にもお願いしてますし、自分でもなるべくしようということは心がけていますね。すいません、お待たせいたしました。
今日ちょっと妻がなんか会社の試験受かったっていうことで2人で食べようかなと思って、はい、妻もここのお店すごい大好きで、私もすごい大好きで、はい、喜んでくれるといいですね。はい、喜んでもらえるとありがたいですね。はい。はい、それでは計7点ですね。少々お待ちくださいませ。近所なので家族の誕生日ケーキとか買わせてもらってます。でもプリンよくパクパク食べてますね、子供も。すいません、またのご利用お待ちしております。ありがとうございます。とりあえず10年は続けたいなっていう、知り合いの店とかもみんな10年続いてるんで、それに負けないようにっていう感じですね。で大きくできたらいいですけど、とりあえず地域の皆さんに満足してもらってから、大きくするならしていこうかなっていう感じで、今はまだ途中ですね。まだ全然なんで。